今日は世界で何食べよう。どうもしょうごです。肉がうますぎる2州で絶品ハンバーガーを食す。旅の資金残り464万円。どうもしょうごです。今オフリドのバスステーションにいるんだけど、今日は10時間ぐらいバスに乗ってセルビア第3の都市ニシェまたはニーシと呼ばれるところまで行ってこいと思います。セルビアの中ではかなり経済発展とか経済の中心と言われているところらしいので、どんなところか見てこようと思います。行ってきます。本日のバスはこちら、スコピエバスターミナル到着。ここで3時間待ちます。うまそうなローカル店発見。ビッグサイズハンバーガー。うまっ、これうまいわ。肉も分厚くてジューシーなんだけど、このパンがね焼きたてでうまい。目の前にはベリンガムのユニフォーム。やっぱ世界的にも大人気なんだな。バルカン半島、いやヨーロッパで一番嫌われてるセルビア行きのバスはめっちゃいっぱい人がいる。セルビアとの国境到着。多分北マケドニアの国境はね検査いらなかった気がするんだよね。何もなく通過できました。マケドニアからセルビア入国完了。なんか入国はできたんだけど、若干ねその出国の時にお前何のためにマケドニアいたんだとかコソボいたんだとか聞かれたから、若干ねバルカン半島の中でもセルビアに入るのはちょっと緊張しました。ニシェのバス停到着。いや編集しながらバス乗ってたんでまだ書き出しが終わってないんでこのままの状態で持ってます。よいしょ。こちらの ATM でとりあえず4000ディナール下ろしました。ニシェの街歩いてるんだけど、雰囲気はやっぱりバルカン半島独特のこの同じ建物が並んでる感じは一緒ですね。お腹空いたんで先にチェックインだけして急いでご飯食べてこようと思います。今回のホステルは一軒家の一個貸しって感じで 1,2,3,4,5 軒あります。お、綺麗じゃん。いいんじゃない。おお、なかなか雰囲気はいいね。これは当たりか。トイレも清潔感があり、もう独立シャワー。これは嬉しい。 Wi-Fi の速度はかなり遅い。なんか若干マリファナの匂いするなと思って、多分ここら辺で誰か吸った気がするんだよな。マリファナセルビア OK なのかな。ニシェは街中にもいっぱい肉が置いてあるらしいです。あ、ナイト&デイあった。あそこあそこ。メニューもめちゃくちゃあって激安。1個450円ぐらいでパスタも食べれます。ナイト&デイというこのお店の名前がついた肉メニュー。ソーセージかな。あ、そうなの。あ、そう難しすぎたけどソーセージも今までのしょっ辛いのじゃなくて気張ってなくてうまい。でも美味しそうだ。はい、リゾット。バルカン半島来てからマッシュルームとかキノコ系がガチうまなんだよね。リゾット最高。めっちゃクリームきたし、ソーセージ食ったからかわかんないですけど味がしない。ほんのり甘いし、なんか微妙だね。店内の様子はこんな感じです。Thank you。 意外と繁華街。やっぱり漢字って分からず来てるとさ、これダサいよね。なんか追跡って書いてある目の前に見えるのはスタンボル城門。地図があるけどだいぶこの広場というかお城は広いんだな。現在8時20分だけど、この明るさよ。いつ暗くなるのかな。なんか子供ギャルみたいな。そう、子供がなんか可愛い格好してるし、ちょっとギャルなんだよね。あと若いよね、街自体が。ニシェはセルビアの中でも重工業とか織物とかタバコ産業とかかなり経済の中心となってるらしいけど、街自体活気あるわ。ここめっちゃ雰囲気良くない？それでは1軒目食べ終わったけど2軒目ということで乾杯。なんかちょっと酸っぱい。あー、うまい。確かにちょっと酸っぱいわ。ラボビール、セルビアのビールらしい。店内は9時だけどびっくりするほど満員。にぎわってます。最後1杯飲み切りますか。ごちそうさまです。
いや、ニシェめちゃくちゃいい街です。楽しい。めっちゃ歩いてて楽しいし、なんか雰囲気がマジでいいです。なんかセルビアってやっぱバルカン半島で一番嫌われてるって言われてるけど、全然初めて来る人には面白い街なんで、明日半日かな、楽しんでこようと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。今日はニシェからベオグラードに3時間ぐらいかけてバスで向かうんだけど、それまで1時半まではニシェにいるので、ニシェ見学してこようと思います。この街は結構悲惨な歴史が持っていて、その第二次世界大戦中、ナチスのそのユダヤ人の強制収容所があったりとか、あとは第二次世界大戦中でもう1万人とかこのニシェの人たちが殺されたりとか、そういう場所があったらしくて、そういうところも今日は見てこようと思います。でもやっぱりお腹まず減るので、なんかニシェはベオグラードよりもこういうお肉が路上で売られてるのが有名らしくて食べてきます。これはうまそうだな、マジで。セルビアに肉に対する思いはめっちゃ強いらしいです。値段はお手頃で1個500円ぐらいで食べれます。具材は自分で選ぶスタイル。ガチガチでかいバーガー、テンション上がる。いただきます。これは絶対うまいだろ。超でかい。このでかさです。いただきます。うまっ。うまっ。うまふぐ。うまっ。ガチうまい。これがすごいね。肉厚の鶏肉が柔らかくてジューシーでうまいし、このソース何？めっちゃうまい。こっちはハンバーグインチーズ。これはうまいわ。やばっ。味がもうほんとうまいよ。肉って感じで。もうやっぱ肉がなんといっても焼き方がうまいのかな。超絶うまい。やっぱチーズもとろけて、これ最高だわ。めっちゃうまかったね。この旅始まって一番うまかったぐらいうまかったね、これ本気で。セルビアがバスが発展してるので、みんな交通手段はバス。バルカン半島 Google マップで交通手段調べられなかったけど、セルビアはちゃんと出るからめっちゃ助かる。今から乗る8番到着。どこまで行くにも1回80ディナールなので、だいたい100円ちょっと。バスで10分ほど。危ない。ブバニ国立公園到着。今ではこんなに自然豊かで市民の憩いの場所となってるけど、ここ自体は2種市民が1万人以上理由もなく第二次世界大戦で射殺だったり処刑されたという、暗い歴史を表すモニュメントがある場所となってます。めちゃくちゃさ、絵でわかるように描かれてんじゃん。これが射殺の様子か。あの左側の人が銃を持ってて、で銃が飛んできて人が死んでるっていう絵でしょ。ゾワッとしたわ。3 Fifths 3つの拳というタイトルで建てられたこのモニュメントは、敵に抗う男性、女性、子供を象徴し、家族全員がブバニで殺されたという事実を意味するモニュメントとなってます。収容所の方までまたバスで行こうとしてるんだけど、次のバス停までの道険しすぎないか。やっと森を抜けた。いやービビった。どこ行くのかと思って。本当にやっとたどり着いた。バス停発見。よかった。危ねえ。ちょうど来た。 34B。 ブバニ国立公園からこの赤十字集中キャンプまではバスでだいたい15分ほどでした。重苦しい雰囲気が漂ってます。入場料は1人当たり300ディナールなのでだいたい450円です。うわ、めっちゃリアル。こういう感じで実際の写真とかが飾られてます。ナチスの強制収容所ってヨーロッパにはいくつかあるんだけど、ここの施設はユーゴスラビアで最初に作られたのがここニシェになってます。ライフルかマシンガンかわからないけど銃が置いてあって、その先には弾丸の跡とかあるから、うわ、生々しい。ここでもしかしたらって考えると怖いな。ここは藁のベッドで、ここに何十人もの人たちが寝ていたようです。
されているのは骸骨も展示されております。日々ドイツ兵によって拷問を受けており、朝から晩まで拷問は行われたようです。うわ、これは重たい。うわ、ここはそのナチスの収容所に入っていた人たちがこの中で何人も敷き詰められて生活していたようです。鳥肌が止まんないな、マジで。全部の牢屋が今鍵で閉められてんだけど、1個だけここだけ開いてます。やっぱ屋根のまんまになってるから三角というか、うわー、何これ、きつい。いやー、だいぶしんどかったな。ほんとこの後ポーランドのアウシュビッツとかも行く予定なんだけど、このレベルというか、ここでももう入った瞬間空気が重いというか、鳥肌バーってなってるね。いやー、しんどいね。ということで今日はもうこの後はセルビアの首都のベオグラードの方に向かっていきたいと思います。ベオグラード行きのバスが到着したみたいなので向かっていきたいと思います。バルカン半島は荷物が有料が多かったけど、セルビアは無料。ラッキー、嬉しい。